皆さんこんにちは。葵のジャパニーズポッドキャストへようこそ。このチャンネルは日本語学習している方へ日本語で日本の文化やありのままの日常の様子をお届けする場所です。皆さん元気にお過ごしでしょうか？少し本題に入る前にちょっとだけ皆さんにお知らせです。日本語のポッドキャストを始めて、このエピソードで13話目になるんですけど、話すスピードを変えています。このポッドキャストを聞いてくれている皆さんは、日本語学習を今までかなりしてきて、日本語に慣れている方ばかりなのかなと最近思っています。皆さんのレベルに合った聞きやすいスピードはどのくらいかなって試行錯誤しているので、もし遅すぎるとか早すぎるという意見がある方はコメントに残していただけたら嬉しいです。はい。では本題に入りたいと思います。実は私、2025年から2026年にかけて約1年間世界一周をしてきました。と言いたいところなんですけど、友達に世界一周してきたよって報告したら、でもアメリカ大陸行ってないじゃん。それって世界一周してなくない？って言われてしまいました。確かにそうなんですよ。地球を一周はしていないです。日本を出発して、お隣の台湾からスタートして、アジアを回って、ヨーロッパへ行って、中東、そしてアフリカ大陸まで行ったんですけど、南北アメリカ大陸には行っていないので、厳密に言うと世界一周ではないんですよね。なので、今日のタイトルは世界一周してきましたなんですけど、まあ気分は世界一周ということで。では今回訪れた国を全部言いますね。台湾、タイ、ラオス、ベトナム、インドネシア、マレーシア、カンボジア、ドイツ、ベルギー、オランダ、アイスランド、フランス、スイス、オーストリア、チェコ、ポーランド、イギリス、アイルランド、トルコ、ヨルダン、エジプト、ケニア、インド、ポルトガル、スペイン、イタリア、マルタ、ギリシャ、合計28カ国です。聞いている皆さんの出身の国、含まれていましたか？私は旅を始めた時は29歳だったんですけど、旅の途中でちょうど誕生日を迎えて30歳になりました。若いうちに世界を見て回れたのは本当に貴重な体験だったなと思っています。今日は旅の中でも特に印象に残ったアジアのエピソードをお話ししていこうと思います。ヨーロッパや中東、アフリカのお話はまた次のエピソードでお伝えしますね。最初に訪れたのは台湾です。台湾はもともと大好きな国で、台北には過去に2回行ったことがあります。台湾の他の地域も見てみたいなと思って、今回は台南とガオシャンを中心に回りました。
台南は歴史のある街で、街を歩いているだけでいろいろと学べることがあって、すごく良かったです。ガオシャンは産業が活発な都市で、そこで初めて臭豆腐を食べました。臭豆腐って聞いたことありますか？植物性の発酵液につけた豆腐を揚げたり蒸したりした料理で、台湾や中国でよく食べられているんですけど、初めて食べた時は結構強烈でした。私が10代の時に初めてアメリカに行った際にブルーチーズを食べた時の衝撃と全く同じ衝撃でした。最初にブルーチーズを食べた時は、これ美味しくないって思ったんですよ。でもだんだんと慣れていって、今では自分でも買うくらい好きになっています。臭豆腐もきっと慣れが必要なんだと思うんですけど、まだそこまでたどり着いていません。台湾は日本からも近くて大好きな国なので、また行くと思います。次はタイです。タイね、本当に暑かったです。バンコクとチェンマイに行ったんですけど、バンコクの暑さにはびっくりして、熱中症に一回なってしまいました。特にアユタヤという古い遺跡がある場所に行ったんですけど、あそこは地上のサウナって感じで、立っているだけでクラクラするくらい暑かったです。面白かったのが、現地の方はその暑さに慣れているのか、冷房をかけていないお店もたくさんありました。レストランも冷房があるお店を選ぶと値段が少し高くなるんですよ。冷房のあるなしで値段が変わるっていうのは新鮮な感覚でした。タイは仏教の国であちこちにお寺があります。日本も仏教の国なので親しみはあったんですけど、日本の仏教と東南アジアの仏教って宗派が違くて、見た目もお祈りの方法も全然違うんですよ。日本のお寺はどちらかというと質素でシンプルな感じですけど、タイのお寺はとてもきらびやかで金色に輝いていて圧倒されました。こういう違いを実際に肌で感じられるのが旅の良さだなぁと思います。それからタイ料理がとにかく美味しくて、滞在中には日本食が恋しくならないくらいでした。私のアメリカ人の旦那もタイ料理が大好きで、旅が終わった後に、この一年で一番美味しかったレストランはどこって聞いたら、バンコクで行ったレストランが一番だったって言ってました。次はラオスです。東南アジアの中でも訪れる方が少ない国かもしれないんですけど、私はラオスに行って本当に良かったと思っています。東南アジアというと人が多くて活気があるイメージがあると思うんですけど、
ラオスはすごく落ち着いていて、人口も少なくて、自然が豊かで、人も優しかったです。ゆったりとした時間が流れていて、こんな場所があるんだなーって感心しました。もし誰かに世界一周の中でトップ3の場所はどこって聞かれたら、ラオスは確実に入ります。それくらい心に残った場所でした。一方で、地雷の被害に遭った方を見たのもすごく印象的でした。ベトナムとアメリカが戦争している時に、お隣のラオスにも地雷がたくさん落とされたんですよね。すごく心が痛くなる歴史です。今でもたくさんの地雷が埋まっていることを学びました。自分にできることがあれば何かしたいなと思って、遠くにいても募金という形で関わることはできるのかなと考えています。そのくらい心を打たれた国でした。次はベトナムです。ベトナムは北から南までハノイ、フエ、ホイアン、ホーチミンと縦断しました。ベトナムはとにかく活気がすごかったです。特に印象的だったのが道路の交通量です。原付バイクの量が本当にすごくて、最初は道路を横断するのが怖かったです。でもある時、現地のおばあちゃんがそんなにテキパキと歩いているわけでもないのに、自分のペースでバイクがたくさん走っている道路を横断しているのを見て、あ、地元の人の後ろについていけばいいんだって気づきました。それからはこっそり地元の方の後ろを歩いて横断するようになりました。それからベトナムコーヒーも絶品でした。特にエッグコーヒーというのがあって、コーヒーの中に卵の黄身が入っているんですよ。最初はコーヒーに卵って衝撃だったんですけど、飲んでみたら甘くてふわっとしていて、すごく美味しくて、滞在中は毎日飲んでいました。ベトナムの方は本当にフレンドリーで、泊まっていた宿の近くのフォーのレストランのスタッフさんも毎回笑顔で迎えてくれました。世界一周した国の中で、ベトナムの方は世界トップレベルに優しくてフレンドリーだなと感じました。次にベトナムに行くときには、サパという町にもぜひ行ってみたいと思っています。カンボジアには1970年代のポルポト政権下での悲しい歴史があります。日本にいた時から本を読んだりニュースを見たりして、その歴史については知っていたんですけど、実際にその舞台になった場所を訪れると、涙が出そうになることが何回もありました。そんな最近の出来事にもかかわらず、大きな発展を遂げている国だと感じて、すごいなと思いました。あと、アンコールワットにも行ったんですけど、アンコールワットって
有名な寺院一つだけだと思っていたんですよ。実は広大な遺跡群になっていて、全部回るのに3日間かかりました。こんな素晴らしい遺跡が今まで残ってくれていて本当に良かったと思ったら、また泣きそうになってしまいました。感情を大きく揺さぶられた国でした。マレーシアではボルネオ島とクアラルンプールに行きました。ボルネオ島は東南アジア最高峰のキナバル山があるんですけど、標高が高いので気温が低かったです。それまでずっと暑い東南アジアを旅していたので、急に寒い場所に行ったせいで風邪をひいてしまいました。それでボルネオ島をあまり楽しめなかったのが残念で、いつかリベンジしたいと思っています。クアラルンプールはとても近代的な都市で、ショッピングモールがたくさんあったのが印象的でした。あと、クアラルンプールはいろいろな民族や宗教の方たちが共存していて、すぐ隣にイスラム教のモスクと仏教のお寺とヒンドゥー教の寺院が並んでいたりするんですよ。それぞれがお互いを尊重しながら存在しているのが素敵だなと思いました。インドネシアではバリに行きました。バリはアジアを代表するリゾート地で、世界中からたくさんの観光客が来る理由がよくわかりました。街がとても可愛くて、独自の文化があって、海も山もあって、本当に素敵な場所でした。面白かったのが、ライスフィールドと呼ばれる田んぼが観光地になっていて、欧米の方たちが見学に来ているんですよ。私は日本の田舎育ちなので、田んぼは幼い頃から当たり前にある景色で、これが観光地になるのってちょっと不思議な感じがしました。でもバリの独特の文化と美しい街並みはこれからもずっと守られてほしいなと思います。マレーシアでひいた風邪を引きずっていたせいで海に入れなかったのが心残りで、こちらもいつかリベンジしたいなと思っています。インドではムンバイという街に行きました。ムンバイは海岸沿いにある街ですね。そこでストリートフードツアーというのに参加して、インドの屋台料理を食べました。インド料理って本当に美味しいものばかりです。特に印象に残っているのがパニプリという料理なんですけど、手のひらサイズのサクサクの生地の中にスープが入っているんですよ。それからもちろんチャイティーも飲みました。本場で飲んだらあまりにも美味しくて、今まで飲んでいたチャイティーは一体何だったんだろうという気持ちになりました。インドの方もとっても親切に接してくれて、心の温まる国でした。道を歩いていたら、誰かの結婚式をやっていて、みんな音楽に合わせて踊っていたんですよ。そしたらいきなり一緒に踊ってって言われて、
一緒に踊りました。誰かの結婚式に急遽飛び入り参加したのは初めての経験で、こんな外国から来た私たちでも歓迎してくれたのがとても嬉しかったです。実際に行ってインドのことが大好きになりました。はい。今日はアジア編をお話ししましたが、長くなってしまうので、ここで区切りたいと思います。ヨーロッパ、中東、アフリカのお話は次のエピソードでお話ししますので、楽しみにしていてください。今日話した国に行ったことがある方や、出身の方がいれば、ぜひコメントで教えてください。皆さんの感想もとても楽しみにしています。それから今回は行けなかったアジアの国も絶対にいつか行きたいと思っています。それではまた次のエピソードでありがとうございました。ではまた。